皆様こんにちは。リーダーシップ登場エピソードの4にようこそ。ファシリテーターを務めるピーターです。前回のエピソード3ではリーダーシップの定義について考えましたけれども、今日は誰がリーダーなのか、そのタイプについてあれこれ見ていきたいと思います。皆様の会社にもいろんなタイプがいると思いますけれども、一応肩書きはついてるけれども誰もついていかないような人だったり、肩書きは全くないけれども、なんか一緒にいると物事がうまい具合に進むという人がいたり、さあ、どちらがリーダーなんでしょうかという、そういう問いでもあったりします。私は長年、日本のリーダーシップ論の権威だった外資系企業のトップをずっと歴任されてこられた新正美さんという方と一緒に仕事をしました。彼はとっても面白い言葉をたくさん生み出した方ですが、その中の一つに、どの組織にもさなぎ族がいるということをよく言っていました。さなぎ族とは何かというと、組織にいる人は長になりたくて仕方がないけれども、いざ長になったら舞い上がってしまう人たちです。これをさなぎ族と彼は名付けていました。いたりしますよね。タイトルを得たからといって、リーダーになるとは実は限らないんですが、そう勘違いしてしまう人がいたりします。そうやって組織のような階段を登っていくと、いずれ役員になったりしますよね。その時に非常な危険が待ち受けていると新さんがよくおっしゃっていました。その危険を彼はコ被告の剣と表現していました。剣はここでは危険の剣を取ってますけれども、コ被告の剣とは何かというと、偉くなると交際費がつく。そして秘書がつきます。コ被告なんで個室もついたりしますね。で、車があったりします。これ、コ被告の件。こうなると実は人がダメになったりするということで、本来のリーダーシップからむしろ遠ざかってしまうような、そんな人たちも組織の中にいたりします。そういう意味で、今日はリーダーシップ登場にも出てくる、リーダーの4つのタイプについて少し考えてみたいと思うんですが、これ一般的に言われてますけど、私はそれを元に自分の経験も踏まえて、自分なりに4つにまとめています。で、1つ目の、いわゆるその人々の影響を与えるとか、権威を発揮できるタイプとしては、伝統的に継承された権威力があります。例えば、天皇陛下であるとか、王様であるとか、酋長であるとか、こういうのはトラディショナルオーソリティというんですが、継承されているものですね。で、二つ目は、地位による権威力とか影響力です。これはわかりやすいですね。社長だとか、部長だとか、官庁で言うと、事務次官とか。これを英語ではポジショナルオーソリティというんですが、地位を持っていることによって影響力を発揮します。三つ目は、デモクラティックオーソリティと英語で言うんですが、これは選挙によって、他者の負託を受けて、あるポジションについた人たちです。市長さんであるとか、議員とかですね、そういうタイプもあります。そして四つ目に、これ英語でモラルオーソリティというんですが、自分の振る舞い、言動、実績、誠実性によって周りの人々に影響を与え、ある意味一種の権威を発揮できている人たちです。この4タイプですね。継承されたもの、地位によるもの、選挙によるもの、そして自分が勝ち取ったものがあります。とても面白いことに、我々がメディアでよく見るリーダーは、大体最初の3つのタイプだと思います。どこそこの市長がどうしたとか、天皇陛下がどこに行かれたとか、そういうものが多いと思いますが、実は、ここは逆説的ですが、この4タイプの中で、唯一本当にリーダーと言えるのは4番目だけです。自分で勝ち取って、自分の振る舞い、言動、実績、誠実性である影響力を勝ち取った人だけは本当にリーダーと言えるんですね。他の3タイプはリーダーかもしれないし、リーダーじゃないかもしれない。ある地位、ある肩書きを得たことによって影響力、権威力を獲得している人たちですが、リーダーかどうかは別の問題ですね。そういう意味では本当にリーダーシップは与えられるものではなく、自らが自分の言動、そして取り組み姿勢によって勝ち取るものです。人間力が問われます。
マネージャーまでは人間力があった方がいいんですが、そこまで深く問われるものではないかもしれません。リーダーとなると人間力も合わせて必ずセットになってきます。でそこから、実はこのリーダーシップ道場の全く新しいリーダーの定義というものが出てきます。上に立つものであるとか、下に部下がいなければリーダーでないというのは全く意味がないと思っています。本当のリーダーはど真ん中に立って、その場に影響を与える。私はカタリスト型リーダーと定義づけています。カタリストとは何かというと、触媒のことです。もともとこれは化学の言葉なんですね。二つの物質を新しい物質に化学反応させて変えたい場合には、必ず触媒が必要です。世界の化学的な種類の 90% にこういう触媒という、ある意味名もなき脇役としての素材というか物質が必要なんですね。でその触媒そのものが主役ではないけれども、触媒がなかったら化学反応起きないんですね。そのようなカタリスト型リーダーは、ある意味日本のリーダーシップスタイルにも向いているのではないかなというふうに思います。で、これはいろんなアングルでこれからも、取り上げていこうと思ってますけれども、せっかくなのでリーダーシップ道場からこのカタリスト型リーダーの定義を簡単に紹介をしたいと思います。カタリスト型リーダーとは、肩書きや序列に関わりなく、人と人の間に良い化学反応を起こし、新しい状態へと移行を促せるリーダー。個人としての軸をしっかり持っているからこそ、異なる視点を有する多様なチームメンバーを尊重し、共通善に資する変化の道、パスへと誘うことができます。少し難しく聞こえたかもしれませんけれども、ど真ん中に立って自分が化学反応を起こす触媒型リーダーとお考えください。もちろんそれが何を意味するかということは、このリーダーシップ道場でいろいろなアングルから考えていくことになります。今日の一番のメッセージは、4つのタイプのリーダーがいる中で、最終的にこのモラルオーソリティ、自分の行動、言動、実績によって勝ち取るもののみが本当のリーダーシップであるということだと思います。そういう意味では、誰でもリーダーになれるということが、このリーダーシップ道場の主張の一つになります。それについてはこれからいろんなアングルから考えていきたいと思うんですが、エピソード5では、という国において、日本という文化において、一つの注意点というか、気をつけなければならない点があります。それに触れていきたいと思います。このリーダーシップ道場は、Apple Podcast や Spotify でお聞きいただけますし、映像としては YouTube でもご覧いただけます。このリーダーシップ道場は、世界の若手リーダー、特にグローバルサウスで恵まれていないリーダーを応援する、そんなとも連動しております。そのためのマンスリーサポーター制度なども用意をしておりますので、もしもご関心でしたら、ぜひ、次回もご覧ください。それではまた次のエピソードでお会いしたいと思います。